これでわかるハプスブルク家の絵画。神聖ローマ帝国皇帝の座を何世紀もの間ほぼ独占してきた一族。もともとハプスブルク家はスイスの小貴族。1273年にルドルフ一世が神聖ローマ帝国の皇帝に選出されたことが始まり、操縦しやすい人物と思われて選ばれたそうですが、侮るなかれとても頭のいい人でどんどん統治の場所を拡大していき、ハプスブルク家は650年以上続いたのでした。日の沈まぬ帝国と呼ばれました。オーストリアを中心にブルゴーニュ、ドイツ、ベルギー、イタリア、スペイン、ハンガリー、ボヘミアなどなど、15世紀から16世紀の最盛期にはヨーロッパの大部分と南米まで統治していたほどです。さて、このハプスブルク家はオーストリアハプスブルク家とスペインハプスブルク家に途中から分かれます。なぜスペインハプスブルク家ができたかというと、ハプスブルク家のフィリップ公のもとにスペイン公女ファナが嫁いだことが始まりです。実は2つの結婚と1つの約束がありました。ハプスブルク家のフィリップにスペイン公女ファナを嫁がせ、スペイン王子ファンのもとにハプスブルク家の娘マリアを嫁がせる。どちらかの家系が断絶した場合、残された方が領地を相続する。結果、子供が生まれたのはファナの方だけ。それに加え、スペイン王子は結婚式の半年後に突然死、スペインはハプスブルクの男系へと渡ります。ただこのスペインハプスブルク家はわずか5代で滅亡しました。理由は後ほど。まずはこのきっかけになったファナのお話から。フランシスコ・プラディーヤのさまよう教女ファナをご覧ください。棺にはハプスブルク家の紋章があります。そう、これはファナの夫フィリップの棺です。夫の死を受け止められず壊れてしまったファナは防腐処理を施した遺体とともに長期間にわたって歩き回りました。途中遺体がなくなってないか生き返ってないか覗きながら、周りの人たちも疲れている様子です。ハプスブルク家の滅亡の原因ですが、当時王家では叔父と姪、いとこ同士など血族者間での結婚が一般的でした。顔が似ている人が多いですね。顎が出ている三日月型の顔。高貴なる青い血を守るために近親婚を繰り返していたのです。血が濃くなると医学的に問題が出てきます。最後の継承者カルロス2世は身体的障害、知的障害があったとされます。片足を引きずっていたとか、よだれをいつも流していたとか、性的不能で王位継承できず、スペインハプスブルク家は途絶えました。近親交配係数、王朝の創設者であるフェリペ2世の時 0.025 だったのが、最後のカルロス2世の頃は 0.254 まで増加しています。34人の子供のうち10人は1歳までに死亡、17人は10歳までに死亡。11組の結婚のうち9組が3親等以内の結婚でした。さて、オーストリアハプスブルク家の方も近親婚はありましたが、スペインほどではありませんでした。そのためかもっと長く続きます。政略結婚で勢力拡大していたハプスブルク家。戦争は他家に任せておけ、幸いなるオーストリアよ、汝は結婚せよという言葉があります。そして18世紀、ハプスブルクの全盛期を築いた女帝マリア・テレジア、23歳で即位し16人の子供を設け、次々と政略結婚をさせました。そのうちの一人がかの有名なマリー・アントワネット。フランスに嫁がせます。そして最後に1914年、サラエボでオーストリア・ハンガリー帝国の次期皇位継承者のフェルディナンド皇太子が暗殺される。第一次世界大戦が始まったきっかけになったサラエボ事件ですね。ハプスブルク家の最後の皇帝カール一世は亡命し、1918年に650年君臨したハプスブルク帝国は崩壊しました。ベラスケスの絵画ラスメニーナスをご覧ください。この絵の面白いところは構図です。さて、何人いると思いますか？パッと見9人に見えますが、答えは11人。この鏡の中にいるのが王と王妃です。鏡などで実際にいる場所はこうなります。みんなが見ているのはこの2人だったんですね。中央にいるのはマルガリータ。この時は王の子供は彼女だけだったので、将来マルガリータがスペインハプスブルク家を継承する可能性がありました。この絵からもこの子が大切にされているのがわかります。でもこの後に男の子を授かります。カルロス2世です。マルガリータはウィーンに嫁ぎます。もし体の弱いカルロス2世ではなくマルガリータが継承していたら、スペインハプスブルク家はもっと長く続いていたのかもしれませんね。
続くのがいいかどうかは別として。お疲れ様でした。最後にハプスブルク家の他の絵も見てお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。